一生懸命仕事をしました。大変苦しい生活の中で這い上がっていって、闇の焼酎を作って、豚を育ててなんとか生きていくということで、生活をしておりました。そんな中で私が生まれました。1957年でございました。私は生まれた頃にはもうすでに少しは生きていけると、トタン屋根のボロボロの部落に住んでましたけどね、もう私の戸籍は佐賀県鳥栖市五軒道路無番地って書いてあるんですよ。無番地ならわざわざ無番地って書かなきゃいいのにと。不法住居ですから、自分たちの土地ではなくて線路の国鉄の線路の脇の空き地にトタン屋根で、板を張って住んでるわけですから。孫正義、1957年昭和32年8月11日生まれ。日本の実業家、投資家、ソフトバンクグループ株式会社代表取締役会長兼社長兼セオ、ソフトバンクグループジャパン株式会社代表取締役、ソフトバンク株式会社取締役会長、福岡ソフトバンクホークス株式会社取締役オーナー、アームリミテッド取締役会長、公益財団法人自然エネルギー財団会長。佐賀県鳥栖市出身、東京都港区在住、在日韓国人実業家の二男として佐賀県鳥栖市の朝鮮人集落に出生。4人兄弟であった。いわゆる通名は安本正義。なお、孫は自身のツイッターで自分が日本に帰化していることに言及している。孫は佐賀県鳥栖市の朝鮮人集落で幼少期を過ごした。豚や羊と一緒に生活する非常に貧しく不衛生な場所であったが、今だから言えるが密造酒も家で作っていたと佐野真一のインタビューで述べるとともに、父親の光則が密造酒製造販売と消費者金融、パチンコ業で大成功し、長寿ではパチンコ店数十店舗を所有し、高級車を何台も保有するほどの裕福な時期もあったことも明らかにしている。高校入学後、家庭教師に勧められた司馬遼太郎の小説「龍馬が行く」を愛読し、脱藩に憧れて渡米を決意し、夏休みを利用して米国カリフォルニア州にて語学研修のため4週間の短期留学。1974年に久留米大学附設高等学校を中退し、2月に渡米。米国ホーリーネームズカレッジの英語学校に入学し、サンフランシスコのセラモンテ高等学校2学年に編入学。3年生、4年生へと飛び級し、高校卒業検定試験に合格したため、3週間で退学。翌1975年にホーリーネームズカレッジに入学した。1977年、カリフォルニア大学バークレー校経済学部の3学年に編入学。そして1979年、シャープに自動翻訳機を売り込んで得た資金1億円を元手に、米国でソフトウェア開発会社のユニゾンワールドを設立。インベーダーゲーム機を日本から輸入し、米国で販売した。1980年にカリフォルニア大学バークレー校を卒業。日本へ帰国後、会社を設立するために福岡市博多区雑所の熊に事務所を構えた。1980年、コンピュータ卸売事業のユニソンワールドを博多区雑所の熊で起こす。そして1981年、ユニソンワールドと経営総合研究所の共同出資で福岡県大野城市に日本ソフトバンクを設立し、代表取締役社長に就任。1983年における慢性肝炎での入院をきっかけに社長職を退き会長に就任したが、お金じゃない、地位や名誉でもない、ばあちゃんがやっていたような、人に喜んでもらえることに貢献できたら幸せだ。どこか名前も知らない小さな女の子にありがとうと言ってもらえるような、そんな仕事がしたいと思い、今に至る。おばあちゃんはいつも人様のおかげだと言っていたことから、人を恨んだりしてはいけないとも語っている。1990年、日本ソフトバンクをソフトバンクに社名変更。
1994年にソフトバンクの株式を店頭公開。1996年には米ヤフー社とソフトバンクの合弁でヤフージャパンを設立。同社代表取締役社長に就任。同年、衛星放送プラットフォームの運営会社として J スカイ B をルパートマードックのニューズコーポレーションと折半出資により設立した。また、テレビ朝日の筆頭株主だったオーブン社からニューズ社との合弁会社が保有全株式を買い取り、21% の筆頭株主となった。ニューズコーポレーションと共同での経営を目的とした M&A であったが、翌1997年3月に当時第3位株主だった朝日新聞社に全株式を譲渡して撤退した。J スカイ B は1997年にソニーとフジテレビジョンがイコールパートナーとして資本参加し、1998年にはパーフェクテレビを運営する日本デジタル放送サービス、現スカパー JSAT と合併。スカイパーフェクテレビ、スカパーとして放送を開始した。1999年、証券市場の開設を起とし、米国のナスダックストックマーケットとソフトバンクが共同出資し、ナスダックジャパンプランニング株式会社を設立。翌2000年には大阪証券取引所とナスダックジャパンプランニングにてナスダックジャパン市場を開始。ソフトバンクが東京海上火災保険、オリックスとともに、日本債券信用銀行、現青空銀行の株式を取得。取締役に就任した。2001年からヤフーと共同で ADSL 接続サービスのヤフー BB の提供を開始。以降、ソフトバンクはそれまでの PC ソフト卸、出版から通信業に本業の軸足を移すことになる。2004年には日本テレコムを買収し、同社代表取締役会長に就任。プロ野球球団、福岡ダイエーホークスをダイエーから買収し、福岡ソフトバンクホークスのオーナーとなった。2011年に東日本大震災が発生すると、義援金として個人で100億円及び2011年から引退するまでソフトバンクグループ代表として受け取る報酬の全額を寄付することを表明し、同年7月14日40億円のみの寄付が終了した。さらに福島第一原子力発電所事故を受け、自然エネルギー財団を設立、公益財団法人東日本大震災復興支援財団を6月に設立。60億円を寄付した。2015年4月1日、ソフトバンクモバイルの代表執行役社長から代表取締役会長に異動した。ソフトバンクモバイルは同時にソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、Y モバイルの3社を吸収合併する。同年6月にヤフー取締役に就任。2017年には海外の大物経営者が名を連ねている中国清華大学経済管理学院の顧問委員に就任。同年6月、ソフトバンクグループ代表取締役会長兼社長。2017年12月14日、メジャーリーグサッカー参入を目指すデビッド・ベッカムの投資家グループへの参加が承認された。ソフトバンク設立のいきさつ、自分で考案した音声機能付き多言語翻訳機を当時シャープ専務の佐々木正に約1億円で売り込み、大銀行の紹介、融資の手引きをされて1億円の融資を手に入れた。その資金をもとに米国で事業を起こし、1981年には福岡で不動産、産廃業を営む母方の親戚の在日韓国人から1億円の出資を受けて日本で起業する。佐野真一は創業時に1億円を投じた在日韓国人の親戚が個人株主としては現在も最大の株主であるとしている。電話の際に自動的に安い回線を選ぶ NCC ボックス、いわゆる LCR をフォーバルの大久保秀夫と共に開発した。その関係で日本における LCR の基本特許は孫が保有している。大久保秀夫との交流は以後も続き、BB フォン、お得ラインの販売などソフトバンクグループの法人向けの営業では常にフォーバルと協力体制をとってきた。自動翻訳機の売り込みで得た資金1億円を元手に、米国でソフトウェア開発会社のユニゾンワールドを設立。
日本で当時流行していたアーケードゲーム、スペースインベーダーをブームが沈静化した後に大量に安価で買い取り、アメリカで売り出して大きな利益を得た。日本ソフトバンク名義の会社を設立したのは1981年であるが、孫自身はことあるごとに、私は福岡の雑所の熊でアルバイト社員2人とソフトバンクを始めましたと話している。雑所の熊の雑居ビルに存在した会社はソフトバンクの前身にあたるユニソンワールドという会社であったが、孫自身はこのユニソンワールドがソフトバンクの企業だと考えていることがこの言葉からわかる。孫は同社員の前で立ち上げた会社を10年で年商500億の会社にすると豪語したが、これを聞いた2人は孫の可能性を信じることができず、非現実的な話と受け取り、彼の力量を見限って辞めてしまったという話がある。ユニソンワールドとして会社起業する際、日本名である安本ではなく韓国名の孫の名前で会社を起こすことを決め、そのことを一族に伝えた。しかし親や親戚からは、在日が日常生活で差別されることはかなり減ったが、就職では間違いなく差別され、銀行も絶対金を貸さない。お前の認識は甘い。ハードルは10倍上がる。わざわざ好んでその難しい道を行くのかと猛反対された。それに対して孫は、たとえ10倍難しい道であっても、俺は人間としてのプライドを優先したい。俺はどれだけ難しい道だって堂々と正面突破したいんだと答えた。一族からは、お前は青いとも言われたが、父親は何も言わず黙って孫の話を聞いていたという。孫の名前にこだわった理由はもう一つあり、それは渡米する際に心に決めた志と通名による企業が矛盾するということであった。孫は佐野に対して何十万人といる在日韓国人が日本で就職や結婚やそれこそ金を借りるとき差別を受けている。でも在日韓国人であろうが日本人と同じだけの正義感があって能力がある。それを自分が事業で成功して証明しなきゃならないと思ったんです。これからの在日の若者にそれを背中で示さなきゃいけないのに、俺が本名を隠してこそこそやったんじゃ意味がなくなるじゃないか。アメリカに行った目的が達成できないじゃないか。後からあの事業を起こしたのは実は孫でしたと言ったってと述べている。孫は福島第一原子力発電所事故後、元ソフトバンク社長室長で元民主党衆議院議員であった島聡の民主党人脈を使って当時の菅直人首相とともに再生可能エネルギー、自然エネルギーの普及と脱原発を掲げて活動を始めた。菅首相が政府委員や公職者でもない孫の意見にエネルギー政策を頼ったため、孫の個人的な持論が民主党政権の政策に反映されたと批判されることもある。2011年4月には発電コストについてはアメリカにおいて補助金の助けで風力発電と原子力発電のコストが2010年に逆転したとし、再生可能エネルギーの方が原子力より安価であるとの考えを表明して、日本で自家発電などで生産された再生可能エネルギーを電力会社が買い取る固定価格買取制度を導入することに期待感を示していた。また孫は、電力会社は悪なので発送電分離によって解体すべき、太陽光発電に支援を、再エネ補助金を優遇せよ、固定価格買取保証は超長期で原発はゼロにと主張していたという。孫はエネルギー間のバランスを考えず、再生可能エネルギーに変調した政策を実施させ、しかもその後自身が再生可能エネルギーで巨大ビジネスを展開したため、孫の動きを震災に便乗した補助金ビジネスとして清少と批判する声がある。実際に民主党政権による固定価格買取制度の導入に際して孫は菅直人首相に強く働きかけて同制度を成立させている。その際、孫は参考人として呼ばれた政府の委員会において、太陽光発電は造成コスト等も含めるとコストが非常に高く、最低でも40円 kWh の高い買取価格が必要だと主張した。孫はこの時、太陽光発電は40円kWh では9割の地点で採算が合わず、本来はさらに高い42から45円
kWh が必要であるが、消費者への負担とのバランスを考えると、最低でも40円 kWh が必要だと主張した。そして実際に2012年、孫の希望通り、メガソーラーで最低限の40円 kWh、住宅用太陽光で42円kWh で固定価格買取制度が開始した。これは太陽光発電を特に集中的に優遇し、申請時点の買取価格をプラント建設後20年間まで保証するというもので、この日本の太陽光発電買取価格は世界で最も高く、他の先進諸国に比べても2倍以上と異常に高い。この制度によって日本国民が負担する付加金額は2016年時点ですでに年間2兆円という巨額に達しており、最終的には累計53から85兆円、廃炉、事故処理、賠償等を含む福島原発事故の被害総額、2016年推計のおよそ 2.5 から4倍程度に及ぶと試算されている。固定価格買取制度が開始した2012年以降、孫の率いるソフトバンクグループは初期参入を果たして、国内各地に数多くのメガソーラーを建設し、ビジネスを展開した。また、この制度により、太陽光パネルの設置バブルが発生したと非難する声もある。すなわち、固定価格買取制度に補助を受けた太陽光ビジネスは、上記の政府委員会での孫の主張とは裏腹に、都市利回り 8% 以上、日照が良い場所なら 10% 以上の極めて魅力的なビジネスであり、しかも設置の小分けができるようにしたことで投資家が群がった。日照の良い一部の地域ではビジネス優遇のため、ドイツのような設置への規制を設けなかったため、自治体のレベルで差がついた。森林伐採や日射被害、土砂崩れなど景観や住環境の破壊が進み、住民からの反対運動も生じるようになった。孫を取材し尊敬していたという旧知の堀義人も孫をツイッター上で清少だと批判し、その批判から孫と討論会を実施する運びとなった。民主党の原口和弘は孫の建てたメガソーラー構想に対して太陽光か原発かという選択肢ではありません。大規模、独占、集中、排除か小規模、分散、自立、共同で選択しないといけないと忠告したという。なお、孫の脱原発運動は日本限定の活動であり、訪韓してイ・ミョンバク大統領と会談した際には、脱原発は日本の話、韓国は地震が多い日本とは明らかに異なる安全に運営されている韓国の原発を高く評価していると、韓国の原子力発電所を高く評価しているという。また、再生可能エネルギー分野でも日韓協力の体制を敷くことに前向きなコメントを残している。ソフトバンクの時価総額がおよそ6000億の時、1兆8000億円のボーダフォンを買収する。すぐに週刊誌で孫正義は1兆円をドブに捨てたと大々的に書かれて、1週間で株価が6割下落した。しかし孫には 1.8 兆円の勝負をする秘策があった。当時は誰にも言っておらず、ソフトバンクの中でも知っていたのは2から3人。その秘策はスティーブ・ジョブズ。彼がまだ iPhone を発表する前、孫は彼に会いに行っていた。その時、孫は温めていたアイディアを手書きの図面を使ってジョブズに説明する。iPod に Mac の OS を搭載したような今までにないモバイルフォンを作ってほしいと。孫がジョブズに図面を渡そうとしたところ、ジョブズは見てくれなかった。しかし、孫はジョブズの含みのある笑顔を見て、自身が発想したものに相当するものを作っているに違いないと思い、そうだろ、と尋ねたが、ジョブズは答えなかったという。そこで、ジョブズが作っているものが完成したら、孫をパートナーとして日本での独占販売権が欲しいと交渉する。そして独占販売権を得られるという話になったことから孫は一筆もらいたい言った。するとジョブズからまずは携帯の電波の許認可を取ってきてから続きの話をしようと言われたという。
その口約束の2週間後、孫は 1.8 兆円でボーダフォンジャパンを買収した。そしてジョブズは孫との約束を守る。ジョブズが孫に提供したものは、孫が当初提案したものをはるかに超えたあらゆる機能を詰め込んだモバイルフォン iPhone だった。孫正義の名言、孫正義の過去の名言をまとめた名言集です。うまくいかなくてもやったことは全部将来の自分のプラスになります。世の中には困難なことが山ほどあるが不可能なことは少ない。何かに向かって突き進むとき、大体風は向かい風になる。その風を嘆く必要はない。ただ単に倍の力で進めばよい。他の人間にできることならば同じ人間である私にできないはずがありません。どんなに貧しい家庭に育っても国籍が違っても一生懸命努力すれば前進すると私は信じている。挑戦する人には全てのチャンスがある。革新的技術が生まれた時、保守派は足りない点を見て嘆き、革新派は優れた点を見て夢かく。会社に新しい血を注ぐことでチャンスや可能性が広がる。傷のない人生などない。試練を乗り越えた後は、その傷さえ誇らしく思えるものである。今まで自分が悩んできた国籍だとか人種だとか同じように悩んでいる人たちがいっぱいおる。俺は立派な事業家になってみせて、孫正義の名前でみんな人間は一緒だと証明してみせる。常に道はある、仕方がないとか難しいとかいう言葉を言えば言うほど解決は遠ざかる。彼の強引なやり方に眉を潜める人間もいる。日本人から見ると批判的な意見が多いかもしれない。日本人に対する逆恨みや憎しみが彼の原動力なのではないかと感じる時もある。しかしながら日本人がすでに忘れてしまったハングリーさやひたむきな熱情に惹かれる点もあるのではないか。保守的な日本人の考え方を変えるヒントが彼の行動の中に息づいているのではないか。まだまだ彼の生き様を見ていきたいと思う。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？